何もない部屋へようこそ、時丸です。今日も逆光でお送りします。今日は手放しやすい9つのもの、9のものっていうことでお送りしていきたいと思います。はい、ということで2月に入りましたね。2月に入ってだいぶ1月からいろんなものを捨ててこようかなとか、いろんなことを整理したいなとか、手放しとか進めてる方いるとは思うんですけど、なかなかね、それが進んでないって方、なかなか捨てきれないんですよねとか、どこから手をつけたらいいかわかんないですよねっていう方、そういう方に向けて、捨てやすいね、ものってやっぱあるんで、それを今日9つ紹介していきたいと思います。それでは参りましょう。はい、一つ目は、保管中の未使用の家具です。はい。これ部屋の中だけじゃなくてですね、例えば倉庫とかガレージとかお持ちの方は、そこにこれまで使ってた家具を使わなくなったものをそこに一時的に保管しておくみたいなことをやってる方いるんじゃないかなと思います。で、それが埃を被った状態になっていると。それはもう簡単に捨てれますね。捨てれる合図ですね。なのでそういうふうな家具類を手放していきましょうってことですね。で、もう一つ、部屋の中にあっても、実際そんな使用頻度がない家具を使っている方もいませんか？これ例えばソファー持ってて、で、なんかローテーブルもあって、で、もう一つ、なんか座椅子みたいなやつも持っててみたいな感じで、実はそのソファーばっかりもう使っていて、そのもう一つの座椅子の方は、なんかお客さん用に買ったんだけども、全然使ってないとかね。なんかそういうパターンも考えられると思います。部屋の中に出ているけども、使用頻度が低い家具ですね。で、これは部屋の広さも関係あると思うんですけど、そういう家具がなくなるだけで、かなり部屋のスペースっていうのはもう一気に広くなります。で、効果がやっぱりわかりやすいので、それだけ広くなるとむちゃくちゃ楽になるし、で、動線も取りやすくなるので、ものすごく生活しやすくなりますね。で、そういうわけで使っていない家具類、これらをまずは見直していく。が一つ目です。二つ目は、使い古したタオルと寝具類。はい、これになります。で、これ、よくね、そのタオルとか使ってて、どのタイミングで捨てればいいかわからないみたいなことってあると思うんですよね。で、ボロボロになって、本当にボロボロになって穴が開くまで使って、そこから雑巾にするとか、っていうのが多分一般的な使用法だと思うんですけど、物を減らしたいのであれば、例えば、フェイスタオルを5枚持ってる人。で、5枚で回してる人は、実は4つでいけるんじゃないかとか。で、エクストリーム的になるとそれを1個ずつ減らしていってもう1つになるとかね、例えば。その重複するような感じで、たくさん持っているような人たちは、5個を1個にする。で、5枚あるんだったら、その中で、一番傷んでるものっていうのは判断がしやすいので、そういうものを手放していくっていうことが簡単にできることですね。で、寝具類もそうで、例えばベッドカバーとか、シーツとか、枕カバーとか、そういうものですね。そういうものも多分、一つじゃなくて皆さん替えようをね、1枚、2枚、3枚、4枚、持ってる方いると思うんですけど、その中で一番傷んでるものを手放していく。そうすることで在庫管理も楽になるし、実際その保管スペースが必要なくなるので、結構部屋をスッキリと、寝具類を保管するような場所をスッキリと見せるようなことができます。はい、3つ目は、時代遅れの技術と古いメディアですね。はい、これらを手放していきます。これ結構簡単ですね。例えば、一つ前のスマホ、今使ってるスマホだけじゃなくて、その前のスマホをバックアップとして撮ってる方って多分いませんかね、結構。2台持ちみたいな感じ。で、どうせ使えるから新しくアップデートしたんだけど、古いのを撮っていて、それをなんか家で使ったりとか。で、こっちが使えなくなった時の緊急用として持ってますみたいな人。それくらいだったらまだいいと思うんですけどね。例えば、昔から、例えば中学校時代から使ってるガラケーとかスマホを全部歴代のガジェットを持ってる方っていませんか？そこは自分的には個人的にはとても興味深いし、なんか博物館みたいなね、自分の。なんか個人的にはものすごくそれは興味深いし、面白いなとは思うんですけど、でも結局ね、使わないですよね。だからその古いガジェットっていうのはもう完全に手放すことができる。なんならその予備も手放して、今使っている1台っていうことに、1台に絞ることによって、ものすごくスッキリします。で、もう1台だけでやっていくっていうね、そういう一つのものを大切に使うみたいなところにも繋がってくるんで、そういうスマホ、中学校時代のスマホを取ってる人とか、そういう方はね、その辺は見直してみてもいいかなと思います。結構思い出があって捨てれないとかね、またそういうのも出てくるんですけど、すっきりさせるためには有効ですね。
あとその技術的っていうのはその今 Spotify とか Apple Music でオンラインで音楽が聴けるんだけど、で、それを実際そっちしか聞いてないけども、もうまだ CD とか DVD とか持ってますみたいな、方も多いと思いますね。まあ一昔前の僕ですね。僕も割とその結構コレクター気質あったんで、いろんなその CD とかで好きなジャケットがこれまた良かったりするんで、どうしても捨てられなかったりするんですけどね。ただもうある時期から私はもう完全にそういうものをデジタル化して、もう Apple Music だけでしました。で、持ってる CD っていうのも基本的に、iTunes に入れることができるので、だから、まあ音楽データとして自分でね、所有しておく分には全く違法ではないので、それを持って聴いて楽しむってことはできると思います。そうなると物理的なもの、CD とか DVD とかを、本棚とかその壁とかにものすごくごちゃっと持ってる人は、それらを手放してスッキリすることができます。はい。4つ目は壊れたアイテムです。これ簡単ですよね。ただね、簡単なんだけどこれなかなか捨てられてない人って多いんですよ。意外ともう壊れてるんだけど壊れたまま家に放置しているっていうね。まあおそらく私のその実家にも実家探すといろいろ出てくると思います。古いこれも電話だったりとか、あとはなんか充電器。何の充電器かわからない充電器だけあるみたいなこととかあると思うんですよ。で、それ実際もう使えなかったりとかね、壊れてたりとか。あとはまあ昔のちっちゃなコンパクトカメラとか、もう実際は壊れて使えないんだけども、なんか撮ってますみたいな。引き出しの中にまだありますみたいな。で、壊れたものは、だからもしやるとしたらそれを修理して使うってことができますね。本当にそれが使いたければ。ただ別にそれを使いたくないのに修理もせずに壊れたまま家の中に置いておくっていうのは、そういうのはまあ全く意味をなさなくなるので、そういうものは結構簡単に手放せるものかなとは思います。はい、5つ目ですね。5つ目は重複するアイテムです。はい。カッター、ノコギリ、ハンマー、あとキッチン用品のヘラとか、ハサミとか、そういうものですね。あと計量カップとかね、計量カップがたくさんありますとか。だから実際そういうものは結構細かなものこそ、重複しやすいんですよ。それはまあ自分が買ってきて、あるのを忘れてもう一回買って増えるっていうパターンがあったりとか、あとは家族がいる方は、家族のね、なんかそれぞれでね、計量カップを一個ずつ買ってくるみたいな、そういうことないかもしれないけど、例えば、ハサミとか、ね、フォークとか、なんかその、みんなで共有できるものを一つだけあればいいと思うんですよね。そうするとものすごく持ち物っていうのは少なくできるんですけど、なんかその誰々専用みたいな感じになったりすると、結局同じようなものがたくさん重複して存在するっていうことになるので、そういうものは結構見直し、そして整理しやすいアイテムですね。で、重なってたらもう一つにする。そういうルールを決めてしまえば、他のものを簡単に手放すことができます。はい、6つ目です。6つ目は、着ていない服ですね。洋服です。はい。で、洋服もね、本当にかさばるんですよね。で、これも判断基準は簡単ですよね。もうとにかく1年以内に着てなければ、それは処分できると。で、本当にこう1回しか着てないとか、で、買ったけど、買ったことすら忘れてるみたいな服って出てくるんですよね、結構。たくさん服を持ってる人は。なんでそういうものは本当にもうすぐ手放しの対象ですね。でまた着ようって言ってもね、またそういう風にやってるうちにそのトレンドは移り変わるし、で、さらに1年後は着れないような服になってる可能性が高いですね。で、あとはその体のサイズみたいなものが変わってしまって、サイズが合ってない服とかね、そういうのもあると思います。で、例えばデニムとか、なんかそういうこうパンツとかを、私が痩せてた頃はすごい着れてたんだけど、ちょっと太ってしまってみたいな。で、またちょっと痩せるから、ちょっとね、これは取っておきたいみたいな。なんかそういう気持ちも出てきたりとか。実際は今の時点で着れないんだけども、取ってますみたいな服って結構あると思います。はい。そういうものはもう手放しが簡単にできるものですね。なので、クローゼットの中、これは改めて確認してみた方がいいと思います。で、7つ目は、紙の書類ですね。僕はもう紙の書類は一切ほとんど持ってませんね。なんかそういうこう公共料金の支払い書みたいなものももうすべてデジタル化、電子化されてメールで来るようになってますし、確定申告に必要なので、領収書とかそういうものはいくつかあったりはするんですけど、ただそれも1年取っておいたらもう次に入れ替わりみたいな感じになるので、自分で持っているって感覚はあんまないです。で、結構紙系はもうほとんどなくて、今唯一持ってるのが、キャンパスノートですね。ファミリーマートのキャンパスノートだけを一つ持っています。それが唯一僕が持ってる紙系のアイテムっていう感じになります。
で、そういうふうな紙系の書類、重要な明細書とか請求書とか、そういうものはデジタル化できますし、で、今、やっぱりGoogle ドライブとか、ドロップボックスとか、いろんなエヴァノートとか、なんかそうこうデジタル化できるようなツールがあるので、そういうもので全てスキャンしてデジタル化、クラウドに上げて保管しておくってことができるので、紙の書類がもうわさわさと溜まってる方は、ぜひですね、デジタル化を検討してみてください。結構手間はかかるんですけど、ちょっとなんか休みの日に半日ぐらい心を決めてやれば、2、3時間で終わると思うので、分量にもよると思うんですけど、チャレンジしてみてください。はい、手放しやすいもの、8個目は、古いマニュアルですね。はい、マニュアルです。で、これ例えば電子レンジを買った時についてきた説明書をまだ取ってるとか、冷蔵庫とか洗濯機とかのマニュアル取ってますみたいな方いませんか？で、それをですね、電子レンジを買ってからそのマニュアルを一度でも開いたことありますか？ほとんどないと思うんですよね。ものすごくその電子レンジ好きっていうか、電子レンジマニアだったらものすごく読んでるかもしれないし、僕は炊飯器のマニュアルはもうガチガチに読み込んで頭の中に叩き込んだんですけど、でもそれでも予約の設定がわからなかったんですけど、それは置いといて、とにかくそのマニュアル類っていうのは本当に不要です。で、さらに最近は製品名を検索で入れれば、デジタル上でですね、ネット上で PDF 化されたマニュアルが出てきます。これもメーカーが発行しているので、なので本当に、それが必要になった時は、ネット上で PDF を閲覧することができるので、実際その買った時についてきた紙のマニュアルっていうのは手放すことができます。はい、最後、9つ目です。これは役に立たず気分を下げるものですね。はい、とにかく気分を下げるものです。例えば、これはなんか通販番組で買った、トレッドミルとか、なんかこう、ウォーキングとかサイクリングマシーンみたいなもの、健康器具みたいなものを家の中に置いている方。で、それをもう実際に使ってなくて、それがもう洗濯物干しみたいになってたりとか、なんか、埃かぶってね、なんかもう目も当てられないというか、もうなんかカバー被せて隠したいみたいな感じになってる方いないでしょうか。で、やっぱりその新年のタイミングでよし頑張ろうと思って、そういう健康器具とかね、いろんなアイテムを買うのは、ものすごくいいことだと思うんですけど、それがですね、1年経ってもう埃被っていたら、それは思い切って手放した方が、新しい動きが出てくると思います。そういうふうに、サイクリングマシンとかトレッドミルみたいな部屋の中に出ているものはわかりやすいですけど、例えばヨガをやろうと思って、ヨガマットを買って、で、それをなんかベッドの下にですね、とりあえず置いておいて、で、もう全く使ってないとか、で、気づいたら、これ買ってたわ、みたいな感じで保管してるものとかね、そういうものも出てくると思いますので、そういう時はもう自分がそれを使ってないってことは自分はそれをやる気力がないっていうことなんで、それはもう思い切ってですね、手放して、また新しいもの、新しい行動を開始した方がいいと思います。なんかそういうものを取っておくと、なんか気分的にもやっぱ下がりますよね。なんか自分はそれを買ったのになんかできなかったみたいな、そういう罪悪感を抱いてしまう人もいるかもしれないし、なのでむしろそういうもの、なんか気分が下がるものに関しては、身の回りに置かない方がいいですね。もう全体的に運気っていうか、本当にその、持ち物によって結構気分って左右されるところあるので、そういう雰囲気とか、部屋の雰囲気とかもそうですけど、物によって形作られるみたいなところがあるので、その辺をですね、綺麗にしていくことによって精神的にもスッキリするし、そういうなんか自分ができなかったみたいな罪悪感みたいなものも一緒に手放すことができます。で、それはそれでですね、もう手放して、また次のですね、ことにどんどんチャレンジしていけば、いける、その次のステップになると思うので、そういうきっかけという意味でも、そういうふうな気分が上がらないものを捨てるっていうのは結構おすすめですね。はい。ということで今日はそんな感じで、手放しやすい9つのものを紹介してきました。はい。ということで、2025年始まりましたけど、1ヶ月経ってなかなか捨てれないなーっていう方は、ぜひですね、手放しやすいものから、今日紹介したようなものから手放してみてはいかがでしょうか。このチャンネルはすべてコントです。私、時丸田中が持たない男が、この何もない部屋で、ただミニマリズムとか、ヨガとか瞑想とかハイキングとかについて語り続けているチャンネルです。ぜひそのようなことに興味がある方は、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。